こんにちは。今回はですね、肺がん治療の世界で今まさに起きている革命的な変化について、その最前線をお届けします。これはもう患者さん一人一人のための全く新しい戦いの計画書なんです。さあ、一緒にその中身を覗いてみましょ昔の肺がん治療って本当にどの患者さんにも同じようなアプローチが取られてたんですよね。でも今はもう全然違います。劇的なパラダイムシフトが起きてるんです。みんなに同じ治療法っていう時代は終わり、患者さん一人一人が持ってるがんの独自の設計図、これに基づいて完全に個人に合わせた戦略を立てていく、そういう時代になったんです。じゃあ、この現代の戦い、最初のステップは何だと思いますか？それは、まず敵の正体を正確に知ることから始まります。そう、先進的な遺伝子検査で、がんの設計図をもう丸裸にしちゃうわけです。検査の進化も本当に目覚ましいものがありますよね。昔みたいに1つか2つの遺伝子を調べるなんてレベルじゃないんです。がんゲノムプロファイリングっていう、いわばがんの遺伝情報を根こそぎスキャンして弱点になりそうなところを徹底的に洗い出す、そういう検査が主流になってきてるんです。ただですよね、やっぱり気になるのはお値段。このすごい検査、初期費用がなんと約56万円もするんです。うわって思いますよね。この数字を目の当たりにすると、多くの患者さんやご家族が本当に大丈夫なのって不安になるのはもう当然のことだと思います。でも安心してください。この初期費用がそのまま全部請求されるわけじゃないんです。ここで一番大事な問いはこれです。日本の素晴らしい医療制度のおかげで、じゃあ患者さんが実際に支払う金額は一体いくらになるのっていうことなんですね。その答えがこの高額療養費制度です。これ日本の医療制度が誇るまさにセーフティーネットですよね。所得に応じて医療費の上限が決まってて、それを超えた分はちゃんと戻ってくるっていう本当にありがたい仕組みなんです。その結果どうなるか。あの56万円だった検査の最終的な自己負担額は、多くの場合だいたい8万円から10万円くらいに収まるんです。これで治療の第一歩となるめちゃくちゃ重要な検査が、経済的にもちゃんと現実的な選択肢になるわけですね。さてさて、がんの設計図が手に入りました。じゃあ次はいよいよその情報を使って自分にぴったりの武器、つまり治療法を選ぶフェーズに入ります。ここからが個別化治療の面白いところですよ。まず一つ目が分子標的治療。これはもうまさにスマートドラッグって呼ばれるものです。がん細胞の特定の弱点、つまり鍵穴を見つけ出して、そこにぴったりはまる鍵、そういう薬を投与するんです。これでがんの増殖をピンポイントで止める。いやー、効率的な攻撃方法ですよね。一方で、そういう特定の鍵穴が見つからない場合でも強力な武器があるんです。それが免疫療法。これ面白い考え方で、がん細胞が自分の身を守るために私たちの免疫にブレーキをかけてるんですね。そのブレーキを薬の力でガツンと外してやる。そうすると、あなた自身の体が本来持ってる免疫の力でがんを攻撃し始める。そういう画期的なアプローチなんです。しかもこの免疫療法、役割がどんどん広がってるんです。昔は進行がんの治療がメインだったんですけど、今では手術の前に使って腫瘍を小さくしたり、手術の後に使って再発を防いだり、最近じゃ手術を挟んで前後両方で投与するなんていうサンドイッチ療法っていうのも出てきてて、効果を最大限に高めようとしてるんですね。さあ次のセクションです。ここでは治療法の進化が長年の常識だった外科手術のあり方とか、あとはもう治療が難しいって言われてきた分野にまでどんな革命をもたらしているのか、それを見ていきましょう。その革命の引き金になったのがこれ、日本から発信された臨床試験 JCOG0802 です。この研究結果が世界中の早期肺がんの手術のやり方をもう根底から変えちゃうくらいのすごいインパクトを与えたんです。この研究で比べられたのは2つの手術方法です。一つはがんのある肺葉をごっそり切除する従来の肺葉切除。そしてもう一つががんの部分だけをより小さく切り取って肺の機能をできるだけ残す区域切除。この2つですね。で、これがその結果なんですけど、いや本当に驚きですよ。5年後の生存率を見てください。
なんとより小さく切った区域切除の方が大きく切った肺葉切除を上回ったんです。これすごくないですか？世界中のお医者さんが信じてきた大きく取るのが安全っていう超年の常識が文字通りひっくり返った瞬間でした。じゃあなんで小さく切った方が長生きできたのか。その影は肺の機能を温存することにあるって考えられてるんですね。万が一再発したり別の病気になったりした時に次の治療に耐えられる体力を残せるということです。ただもちろんいいことばかりじゃなくて、胸域切除は局所再発のリスクがちょっとだけ高い。だから結局年齢とかがんの状態とかを全部考えて、お医者さんと患者さんが一緒にベストな道を選ぶ。これが何より大事なんです。さてもう一つめちゃくちゃ大きな進歩があります。それはこれまで治療法の開発がずっと止まっていたすごくたちの悪いタイプの肺がんについてです。この言葉が示す通り、本当に歴史的なブレイクスルーが起きたんです。それがこのエイドリアティック試験。これまで有効な次の手がなかった原極型小細胞肺がんに対して、化学放射線療法の後にデュルバルマブっていう免疫療法薬を使う。そしたら生存率がぐんと上がったことが証明されたんです。これはこの病気と闘う患者さんにとって本当に新しい希望の光ですよね。はい、いよいよ最後のセクションです。最新の薬とか手術ももちろん大事なんですけど、それと同じくらい、いやもしかしたらそれ以上に大切なのが、治療を乗り越えるための患者さん自身の生命力、これを高めることなんです。特に肺の手術だと呼吸機能をいかにキープするかがその後の回復を大きく左右します。このスライドにあるような呼吸練習器を使ったリハビリ、これ誰にでもできるしシンプルですけどめちゃくちゃ効果的なんです。手術の前から始めて術後も続けることで合併症のリスクを減らして回復をぐっと早めることができるんですね。あと治療中はどうしても免疫力が下がりがちです。だから肺炎とかインフルエンザのワクチンは自分を守るための大事な盾になります。特にご家族も一緒に接種して家にウイルスを持ち込ませないようにする国軍戦略ってやつはすごく有効です。そしてもうこれは言うまでもないかもしれませんが、禁煙、これはもう絶対条件です。ここで一番伝えたいのは、こういう呼吸リハビリとか感染症対策って決しておまけじゃないってことなんです。あなた自身の体を最高のコンディションに保つこと、それ自体が最新の薬や手術と肩を並べる治療を支える第三の柱なんだっていう意識がすごく大事なんです。さて今回の内容をぎゅっとまとめましょう。まず一つ目、あなたのがんは世界に一つだからその設計図を知ることが全ての始まりです。2つ目、治療は完全にオーダーメイド。3つ目、手術の常識は大荒れ、難しいがんにも光が差してきた。そして最後、あなた自身がリハビリなどを通じて治療チームのめちゃくちゃ重要な一員になるんだということです。これが2026年現在における肺がん治療の最前線です。これだけの情報を手にした今、あなただったら自分だけの戦いの計画書を作るためにまず医療チームにどんな質問を投げかけますか？その一歩が新しい戦いの始まりです。今回は最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございました。動画が気に入ったらチャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。